こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は友人から依頼をいただきまして、包丁研ぎレクチャーをさせていただいたので、その時の様子をお伝えできればなと思ってます。なかなか包丁研ぎがやり出せない方などの参考になればと思ってますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。で、一般的にこの1000番はその中砥石。で、400番は荒砥石。これ800番ね。で、これはちょっと天然砥石で4000とか。まずは、こういう荒砥石で少し刃を出して、でその後に800、1000、仕上げ砥石って順番に当てていくんだけど、まず、こういう砥石って水につけといてあげないといけないので、こう準備がいるよ。この包丁を研いでると、砥石の面がやっぱデコボコしちゃうのね。砥石ってこうやっぱり平らの方が削りやすいから、曲がったらこう砥石同士をこう合わせてあげて、平たくしてあげる。それに気づかない人が多くて、砥石が曲がってっちゃう。で、とりあえず、これ、なきりって言うんだけどさ、こういうのって、こっちも研ぐし、逆も研ぐのね。で、包丁と砥石の角度は45度ぐらいなのね。ちょうどこれぐらい。で、あとこういう角度で研ぐのか、こう研ぐのかによって、その刃の付き方も変わる。目安としては、10円玉2枚置いたぐらい。これぐらいの角度。これで大体、この角度っていうのを自分の中でこう、感覚をつかみながら、こういうふうに、押して引いて押して引くじゃない。その時にどっちかに力を入れればいいのね。例えば両方こうガーってやるっていうより、引く方であれば引く方にこういうふうに。で、こう。こっからここまで刃がついてるから、ここと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 か、まあ例えば4箇所でも3箇所でもいいんだけど分けて、先の方を持って、例えば1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ってちょっと場所変えて、1、2、3、4。こういうふうにこう、まんべんなく研いであげる。で、どこまで研いでいけばいいのって話じゃん。で、こう研いでいくと、引っかかりが全般的にできるようになるなっていうまで、こっちで研いでいく。で、何回かやっていくと、帰りが全般的に出てきたなっていうと、同じような角度でまた研いでいく。で、それを400番でやって、大型の刃をつけて、こっちの1000番に変えて、それをこう、すごく繊細にしていく。で、さらにまた最後の仕上げ砥石でもっと細かくしてあげる。そうすると、綺麗な尖りになる。ちょっとやってみて。2本でも3本でもいいんだけど、あれして、そう。添えるぐらい。ここの角度がやっぱり変わらない方がいいから、ここはしっかりと固定するじゃん。で、こっちもやっぱりこことここで固定しないとダメだよね。っていうことはやっぱりちょっと力が入ってないと、グラグラしちゃう。引くときに。やりやすい方でいいかな。例どっちでもえば引く方が力が入れやすかったら、引く方でもいいし。そう。引く方がいいです。いいね。すごい繊細な、ちょっとの感覚を読み取る。面白いね。なんか、すごく単純な作業だけど、微妙な角度であったり。すごい感覚を研ぎ澄ます感じがしますで、ね。特別悪くないんだけど、今こうやって、こう言ってるじゃん。ということは、砥石ここだけだよね。使えてんの。そうすると、まあ、今はそんなに曲がってないと思うけど、やっぱりここは全然使われてないから、慣れてくると、ちょっとこう上の方でやってみたり、こっちの方でやってみたりすると、砥石が全体的に使われる。それでも、どうしてもこう、真ん中の方、ちょっとへこんできてると思う。要所要所で、また面直してあげて。どちらかというとちょっと面倒くさがらずに、月1でも1回ちょっと今の時に触って固定し当ててると、常に包丁が切れる状態になる。で、いい感じで尖ってくると、最後にちょっと全体をこういうふうに同じ角度でこう鳴らしてあげるといいんだけど、それはもう、これも慣れじゃない？ここがこういうふうにならないとかさ。このまま荒砥石だと、刃先も
粗い状態になっちゃうから、同じようにまたこの旋盤で、角度は一緒で、同じように。先はだいぶ尖ってるんだけど、まあ、なので。じゃあ、毎回それはやんないっていうやんなきゃダメ。やんなきゃダメ。大概みんなこういうの多分やらない。だから曲がってっちゃう。で、曲がった砥石で一生懸命研いじゃう。あんまり重要視してないっていうかわからない。で、天然砥石で、最後。ちなみにこれは京都のそのやつね。京都のやつ。京都のやつで、値段はいくらぐらいするんですか？取れる場所によって種類があるのよ。なので、もうピンキリ。で、ってないんだね。ああ、キリ。全然。じゃあ。まあこんな感じで、しっかり切れるようになりました、みたいな。ということで、今回は包丁研ぎが初めてな方へのレクチャー動画ということで、簡単ではございますが、お送りさせていただきました。こんな感じで一度経験するとやりやすくなるかなとは思いますので、ぜひご家庭の包丁研ぎにチャレンジしてみてはいかがかなと思います。その他私のチャンネルでは包丁にまつわる研ぎや磨きなどいろいろと配信させていただいておりますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけるとありがたく思います。それでは今回の動画はこれで終了とさせていただきます。いつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。何かご質問等あればお気軽にコメント欄にお問い合わせください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。